お守りを持てば願いが叶うというのは話が違うと思っていて、石の性質を理解した上でその人の願いとか悩みに合わせて選ぶ、それが石との向き合い方だと思っています。皆様こんにちは。イノーガニック美獣の若子です。今日はですね、私が調合する魔法のお守りチャームポットを通じて皆様にどんなことをお伝えしたいのかっていうお話をしていこうと思います。魔法が使えるんですかとか、空は飛べるんですかとか、どこで修行したんですかってよく TikTok のキッズたちから質問をもらうのですが、私が考える魔女っていうのは決して魔法が使えるわけではなく、魔女っていうワードは一つの象徴だと思っていて、私が考える魔女については音声コンテンツで結構長めにお話ししているので、寝る前だったり作業をしながらとかで時間がある時にぜひ聞いてもらいたいのですが、簡単に解説すると、私が考える魔女っていうのは自分の考えで自分の軸を持って自分の人生を選んで作っていく、それが現代魔女の中心にある思想だと思っています。で、魔女って自然とつながっていて、例えばハーブや植物を使った薬草学だったり、ヒーリングに精通しているグリーンウィッチだったり、西洋占星術を使って空と星の動きを見ながら求められた相談に的確にアドバイスをするコズミックウィッチだったり、他にもキッチンウィッチとか様々な魔女の種類があるというふうに言われているのですが、その中でも私はクリスタル、天然石を取り扱うクリスタルウィッチという魔女にカテゴライズされています。ではなぜ天然石を使うのかっていうところなんですけど、もちろん綺麗だからとかパワーがあるからとかいろいろ理由はあると思いますが、石にはそれぞれ固有の性質があって、その性質を理解した上で意図的に選んで組み合わせて使っています。例えばこちらはとても可愛いアマゾナイトをローズの形にかたどったタンブルになるのですが、このアマゾナイトは希望の石、ホープストーンと呼ばれていて、この石を身につけたりとか手にすることによってすごく物事を前向きに捉えられたりとか、これから新しく挑戦することにポジティブな気持ちで一歩を踏み出すことができるように応援してくれる石です。そしてこちらは私が大好きな三日月の形のアメジストです。アメジストは愛の守護石と呼ばれていますが、酔い覚ましの石とも言われていて、例えば好きな人に盲目になってしまって真実が見えない時に目を覚まさせてくれる、本質を見抜く力をサポートしてくれるというふうに言われています。で、こちらも私が大好きな三日月型のボールになったフローライトなんですが、フローライトはクリエイティブな仕事をされている方が意外と無意識に集めてる石だったりもするんですが、こちらは才能開花の石、今までの自分とはまた違った視点で新しいアイデアをもたらしてくれる石というふうに言われています。で、こういう石ごとにそれぞれ異なる性質を持っていて、私はそれを受け取ってくれる方が道具として使いやすいように意味付けをしたりとか調合したりしてお守りとしてお渡ししています。だからといってお守りを持てば願いが叶うというのは話が違うと思っていて、石の性質を理解した上でその人の願いとか悩みに合わせて選ぶ、それが石との向き合い方だと思っています。このミスティックリチュアルキットをオーダーいただくときに、お客様の叶えたい願いとか思いっていうのを教えていただくんですね。願いや悩みを読み取ってその方の願いに適した石を選んでお守りを調合しているのですが、この思いとか願いっていうのはかなりの数読んできたんですけど、結構共通してる部分があるなと思っていて、例えば結構最近多いなと思うお悩みが、仕事で責任のある立場を任されるようになったんだけど自分でいいのかなって自信が持てないとか、転職してずっとやりたい仕事に就けることになったんだけど環境に馴染めるのか不安だとか、やりたいことはあるんだけど頭では分かっているのに行動にできない、そんな自分が嫌だっていう方とか、悩みはそれぞれバラバラなんですが、相手に嫌われたくなくってなかなか自分の感情を表に出せない方、あとはついつい他人と比べてしまって
他人の評価で自分の価値を決めてしまうタイプ。何かを達成してもこれくらい当たり前とか、まだ足りないと次のハードルを上げてしまってなかなか満足できない方。自分への評価が常に低いままで、誰かに褒められても素直に受け止められないし、失敗するとやっぱり自分はダメだと確信に変わってしまう方。なかなか自分を認められないっていうタイプの方もいらっしゃいますし、この考え方とはまた別に、もう一つはメタ認知が高いゆえに苦しくなってしまうタイプで、メタ認知っていうのは自分の考えとか感情とか行動を客観的に見つめ直す能力のことで、自分の現在地と理想のギャップを第三者の視点で正確に把握することができてしまうので、その客観視が行き過ぎてしまって自己肯定感が低くなる原因になってしまったりします。これは自分を正確に見られてるっていうことなんですが、どちらのタイプにも共通するのは、行動が伴ってない時に一番しんどくなるということです。で、この自己肯定感を育てるために、自分を好きになろうとか、ありのままの自分でいいってよく言うじゃないですか。もちろんそれもいいことなんですが、これは自分の経験上からのお話になるのですが、自己肯定感っていうのは小さな行動と達成の積み重ねでしか育っていかないんじゃないかなと考えています。何かをやったっていう事実が自信になるし、その自信が積み重なっていくことによって自分ってそんなに悪くないなとか、やればできるじゃんっていう思考に変わっていく。だから感じ方を変えようとするのではなく、まずは行動するっていうのがすごく大切なことです。失敗は成功のもとって言いますが、これは結構理にかなっていると思っていて、失敗が何かわからなければ成功も何かわからない。成功している人はたくさんの失敗を経験しているし、失敗は悪いことではないと思います。私が石を使ったお守りを取り扱いするのは、石の性質を使って願いを叶えたい方の意図を強化するためです。お守りっていうのは持ってるだけにしてほしくなくって、その石を選んだ時の自分の気持ちをちゃんと行動につなげてほしいなと思っています。そのためのお守りとしてミスティックリチュアルキットを作っています。今日はクリスタルの魔女としての視点から、どうやって天然石をお守りとして自分ごとにしていくかっていうお話をしました。今日話したお話が心に響いてくれたら嬉しいです。魔女のお店が開く日は LINE に登録してくださった方に一番にお伝えしています。概要欄からぜひお友達登録してみてください。またお話しします。